あれなんつうか、汗っぽちだな。ステップ1、表面処理。工作が趣味の皆様方、ようこそ人参 Z の模型部屋へ。今回の動画では、前回内部フレームまで製作したナラティブガンダムを完成させたいと思います。まずはゲート跡の処理からですね。鉄やすりで削ったら、ピックやすりで表面を整えます。このようなパーティングラインもしっかり消しておきましょう。まずは鉄やすりで削って、ピックやすりで表面を整えます。幅の広いやすりがあると、ゲート跡やパーティングラインを消しながら面も出せるので、作業効率が格段に上がるんですよね。加工前と比べるとこんな感じ。ちょっと見えにくいんですが、パーツの表面にヒケと呼ばれるくぼみができていることがあります。艶消しの場合はあまり目立たないので、そのままにしてしまってもいいんですけど、今回は妥協したくなかったので、しっかり消しておきました。ブレードアンテナも削ってピンピンに尖らせておきます。そしてこのパーツ、ディティールの上にゲート跡とパーティングラインが重なっているという非常に厄介なことになっています。ここは思い切って全部削り落としてしまいましょう。こんな風にまっさらな状態にしてから自作したパーツを貼り付けます。加工前と比べるとこんな感じ。これにてパーツの前処理は一通り完了しました。ステップ2、ディティールアップ。ここからはディティールアップをしていきます。まずは下書きをしてイメージをつかんだら、筋彫りをしていきましょう。ガイドテープを貼って、0.15mm のタガネを装着し、優しくなぞっていきます。側面は特に慎重に。こんな感じで彫れました。次はふくらはぎの側面ですね。ここに筋彫りを追加したいので、裏板からガイドを作って両面テープで貼り付けます。こうすることで左右対称に筋彫りを入れることができます。あとはガイドを剥がして追加の筋彫りを入れます。紙やすりで表面をならして削りカスをほろい落としたらこんな感じになりました。加工前との比較です。
次は膝正面の装甲を加工していきましょう。さっきと同じようにガイドを作って筋彫りを彫っていきます。カーブになっているところには直線用のマスキングテープを使います。優しく力を抜いてなぞりましょう。0.5 ミリのドリルビットをつけてリベットモールドをつけていきます。最後にバリを削って鳴らしておきます。加工前と比べるとこんな感じ。スカートアーマーの正面、ここは大胆に手を加えていきます。まずは筋彫りでパネルラインを追加して、縁の部分を彫刻刀で削り落とします。こんな感じですね。次にダクトのパーツでディティールアップをしていきましょう。貼り付けた時に取って付けた感が出ないように中央をくぼませます。そして先ほど削った縁の部分に裏板を貼り付けて装甲を延長します。完成するとこんな感じ。このキットには装甲が側面から飛び出ているようなデザインがあるので、統一感を持たせるために真似してみました。次に胸部パーツ、ここは目立つ位置にあるので大胆に加工していきます。映像ではパーツを自作しています。こういった細かい作業には流し込みタイプの接着剤が便利でした。そしてあらかじめくぼませておいた胸のパーツに乗せてみます。いい感じにフィットしました。とここまではうまくいってたんですが、ふくらはぎのパーツのモールドの彫り直しに失敗してしまいました。修復は試みたんですけど、どうにもならないほどガタガタになってしまったので、仕方ないので接着剤でモールドを埋めて隠蔽しました。気を取り直して全てのパーツの前処理が終わったので洗浄していきましょう。パーツが浸かるまで水を入れて
洗剤を数滴垂らします。あとは蓋を閉めてスイッチオン。洗浄が終わったら水を切ってしっかりと1日乾燥させます。ステップ3、塗装。まずはパーツに持ち手クリップをつけていきます。この時に色ごとに分けておくと塗装の時に楽になります。下地はサーフェイサーエボブラック。一通り塗り終わったところですが、塗装するとこのように埋めきれなかった箇所が見やすくなります。この段階でしっかりと修正しておきましょう。メインカラーの EX ホワイト。ハンドピースを 0.5mm から 0.3mm に変更。今回はグラデーション塗装に挑戦するので、いつもより突出量を抑えています。中心から塗り広げるようにして塗っていきます。これを3回繰り返します。左が1回目、右が3回目です。塗膜が乾燥したら塗り分ける部分をマスキングします。まずは細かく切ったマスキングテープを縁に貼って、次に幅の広いマスキングテープで全体を覆います。サイズの大きいパーツにはシート付きタイプを使用しました。このように簡単に全体を覆うことができます。グレイッシュブルーとパープル、これを調色していきます。パープルはほんの少しでほぼグレイッシュブルーですね。マスキングを剥がしていきましょう。塗り分けるとこんな感じ。他のパーツも同様に剥がしていきます。
これは赤や青になるパーツですが、黒下地のままだと発色が悪いのでホワイトで1回塗っておきます。ブルー FS15044、鮮やかすぎない暗めの色でお気に入りのブルーです。ディープレッド、塗り重ねることで深い赤色になります。キャラクターイエローとオレンジ。キャラクターイエローで全体を塗ってから先端をオレンジでグラデーション塗装をしました。ここからはさらに細かくマスキングをしていきましょう。まずはサークルカッターで円形にマスキングを切り出します。これを武器などのモールドに貼っていきます。部分的に金属色を見せることで情報量を増やせるという狙いです。メインカラーは RLM66 ブラックグレー。一応グラデーション塗装で塗ろうとしたんですけど、ベタ塗りにしか見えませんね。次にサイコフレームの塗装に入るのですが、ここで注意点。サイコフレームのランナーには ABS 樹脂が使われていて、このまま塗ると割れてしまう危険があります。そこでこのガイアマルチプライマーを使います。希釈せずにそのまま吹き付けましょう。下地は EX ブラック。サイコフレームは光沢で仕上げるので、サーフェーサーではなく光沢のブラックを使用します。次に EX シルバー。結構ギラギラしたシルバーなので主張は強めです。完成した時にまるでサイコフレームが光っているように見えるといいなと思ってこちらを使ってみました。スーパークリア、クリアホワイト、蛍光ブルー。これらを調合していきます。蛍光ブルーとクリアホワイトを混ぜて水色を作り、スーパークリアで透明感を出します。シンナーで希釈したらしっかりと攪拌しましょう。クリアを入れた理由は先ほど塗ったシルバーの粒子が見えるようにするためです。光が当たるとキラキラと反射しているのがわかると思います。スーパークリア GX メタルダークブルー、蛍光ブルー。これらの塗料を先ほどと同じように調合します。ただこちらは全体に塗るのではなく、
縁の部分にだけ塗っていきます。こうすることで中心は明るく、外側が暗くなり、サイコフレームが光って見えるという寸法です。すべての塗装が完了しました。どうでしょうか。結構うまくグラデーションで塗れたんじゃないかなと思っています。ユニコーンの時の反省が生きましたね。しっかりと成長できているみたいです。ステップ4、仕上げ。まずは墨入れから。白いパーツには墨入れ塗料ダークグレーを使います。前処理の時に彫り直しておいたので、パネルラインに沿って気持ちよく流れていきます。しっかりと乾燥させたら拭き取っていきましょう。綿棒に溶剤を適量染み込ませます。あとははみ出た部分を上から優しくなぞるだけです。強くこすると塗膜を傷めるので、力は入れずに拭き取りましょう。すべての墨入れが終わったら、次はデカール貼りです。今回は付属の水転写デカールがあるので、こちらを使います。使いたい部分を切り取って水につけてデカールが浮いてくるまで置いておきます。マークセッターを塗布してデカールをスライドさせて乗せます。位置を微調整したら綿棒で水分を押し出します。他のパーツにも同様の手順でデカールを貼っていきます。
最後にトップコートを吹きます。使用するのはスムースクリア。このスムースクリアは艶消しのクリアなのですが、ザラザラになりすぎずちょうどいい塩梅でマットな質感にしてくれるのでお気に入りです。トップコートをすることで質感を統一したり、デカールの段差を目立たなくしたり、塗膜を保護したりする効果があります。これをするだけでもだいぶ雰囲気が変わるので、普段は塗装しないよって人でも半スプレータイプのトップコートなどを使ってチャレンジしてみてはどうでしょうか。ステップ5、組み立て。いよいよ組み立ての時間です。まずはマスキングテープを剥がしていきましょう。そしてプラスチックシールを貼っていきます。ちなみにこのプラスチックシールにはあらかじめ蛍光グリーンを塗ってあるので、ブラックライトで光るようになっています。ビームライフルが完成しました。メタリックカラーがいいアクセントになっていますね。次にヘッドパーツ。せっかくなので目の色分けもプラスチックシールを使います。こちらはバックパック。細かいですが色分けをしてみました。足の裏側は立たせたら見えないんですけど、しっかりと作り込んであります。あとは外装のパーツをフレームにくっつけていくだけです。編集でカットするか迷ったんですが、せっかくなので皆さんにも見てもらおうと思います。
タミヤクラフトボンド。最後に残りのパーツをくっつけていきます。せっかくなのでミニフィギュアも塗ってみました。しっかりとコックピットに乗せておきます。あとは変形させて組み立てていくだけです。I said, hold up, got my glizzy, bang, bang. I said, hold up, got my glizzy, bang, bang.以上がナラティブガンダムバージョン過渡期全塗装制作でした。この動画が面白い、参考になったと思った方は高評価とチャンネル登録、つまらない、参考にもならないと思った方は低評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。